こんにちは、写真家の井上博樹です。動画投稿の間隔が少し空いてしまいました。ゼミの本編を始める前に、この間に撮影してきた写真をいくつかご紹介したいと思います。こちらは丘が連なる美瑛町の高台からの一枚。黄色や橙色の春紅葉だけでなく、ところどころに山桜や北こぶしがちらほら見えています。白樺のラインダンスの森では、今年も白樺たちの中で山桜が背伸びをするように花を咲かせていました。井上の春の楽しみの一つが今年も叶いました。我が町の山奥、大雪山旭岳のふもとにひっそりと咲く桜。早朝のひとときだけ素敵な光が差すことに気づきました。住み慣れた土地とはいえ、まだまだ知らない光が多く存在していることを思い知らされます。こちらは上富良野町の丘からの一枚。秋巻き小麦の緑の絨毯が春の日を浴びて日に日に緑色を増しています。そんな緑の絨毯の丘で見かけたのはエゾユキウサギ。真っ白だった冬毛から褐色の夏毛に衣替えを始めていました。こちらはこの春に生まれたキタキツネの子供たち。暖かい日には巣穴からその姿を見せるようになりました。井上にとって撮影が最も楽しくて忙しい季節が始まっています。今回の写真表現ゼミでは、写真撮影の中で起こりがちないくつかの失敗と、それをどう回避するかについてお話をしたいと思います。これらは井上だけでなく、多くの方々が経験されていたり、これから直面することかもしれません。たった一つの小さなミスが素晴らしい一枚を台無しにしてしまうことさえあります。今回は井上の残念な経験を共有し、それらの失敗から最大限に学び取るための半ば反省会をしていきたいと思います。最初に紹介するのはメモリーカードを捨てちゃったというやばい話。何枚ものメモリーカードを使い尽くす小狐の撮影の時期だったのですが、書き込み済みのカードと使用前のカードを区別するために、いつもならチャック付きの小さな袋を使っているのですが、その時は書き込み済みのカードをティッシュペーパーにくるんでいたんです。夜になって忘れずにバックアップを済ませてヘロヘロになって宿で眠りました。翌朝、狐の巣穴の前について撮影の準備をしていた時に気づいたのが、メモリーカードが5枚見つからないんです。1枚5枚のカードね。慌ててカバンの中をまさぐるのですが、ない。まさかと思って、三脚を畳んで猛ダッシュで宿に戻って、前の晩にバックアップ作業をしていた机の周りを探しても、ない。もしかしてと思ってゴミ箱をひっくり返したら、鼻水がべちょっとついたカードがポロポロと出てきたんですね。ほっとしたのですが、捨てた記憶がなかったんですよ。もうね、鼻水もついててなんだか化かされたような気持ちになったことが今でも鮮明に思い出されます。前の晩のバックアップの後に何をやっていたのか全く覚えていないのですが、バックアップが終わったら確実にいつもの収納場所にしまうということ。これがこういった事態を回避するための最善策になるはずです。メモリーカードといえば、書き込み済みのカードを T シャツの胸ポケットに入れてそのまま洗濯してしまったことが何度かあります。乾燥コースまで終わっちゃったことさえあるのですが、 SD カードは結構頑丈なもので、井上の SD カードは今でもちゃんと使えています。では次の失敗のお話に行きましょう。撮影後に三脚を撮影現場に置き去りにする失敗や置き去りにしそうになったというヒヤリ体験は皆様も経験されているかもしれません。井上がやらかしがちなシーンとしては、移動を急いでいる時とか、素敵なカットを撮ることができて舞い上がっている時などが挙げられます。対策としては、三脚を目立たせておくことが一番。例えば三脚を転がさずに立てたままにして目立たせておくだけでもだいぶ回避できることと思います。問題は暗い夜間の撮影の後ですよね。撮影地から撤収するときに辺りを見渡したとしても、暗いところでは黒い足の三脚はあまり目立たずに見落とすことさえあると思います。それで井上はどうしてるかというと、これ見えますかね。ここの白い部分、これ反射材のテープなんですよ。こうやって反射材のテープをつけておくことで、LED のライトを照らした時に何かあるぞと分かるので、失敗を回避しやすくなるのかなと思います。3つ目、カメラの落下。言うまでもない悲劇ですよね。井上も何度かやらかしています。
雲台のクランプをしっかり締めていないままカメラから手を離して三脚から離れた瞬間、後ろでバーンと派手な音が鳴るわけですよ。ボディのマウント部がもげるっていうこともありました。トロントの地下鉄のホームでチャックが閉まっていないカメラケースからボロッとコンパクトデジカメを落としたこともありました。他にも車のハッチバックを開けた隙間からゴロンと望遠レンズが転がってドスンと土の上に落下。大丈夫かなと思って点検出したんですが、手ブレ補正装置が壊れていました。カメラのボディやレンズの落下事故っていうのは起きるんですね。もちろん雲台に乗せたら一度グイグイとね、力をかけて固定されているかを確認するとか、レンズを車の中に転がしておかないとか、ルールを作って実践すればある程度避けることはできるのですが、それでも落下事故というのは起きるものです。事故は起きるという前提で井上は機材の保険に入るようにしています。ここでいう保険は家電量販店でよく見かける5年延長保証みたいなね、自然故障に備える保険ではなくて、落下、水没、ものによっては盗難の事故に備える保険なんですね。一部のカメラメーカーの直販店や直販サイトでは購入時にそういった保険に加入できるものもあります。また動産保険をかけるのも良いかもしれません。ただ保険によっては国内での事故だけをカバーしていることもあるので、保険の条件についてはよく確認しておきたいものです。4つ目、セルフタイマー地獄。なんてこんなところでこんな素敵な狐に会えるんだ。と思ってね、秒間30コマの連射ですんげえ瞬間や絶妙な足運びの瞬間をとシャッターを切るんですけど、あれシャッターを押しているのにシャッターが切れない。あれもう一回ググってやって、あれとやってるうちにカメラからピピピピって聞こえてきて、絶望的状態だということを知るんですよね。そう、セルフタイマーがオンになってたんです。そういえばさっきまでカメラを三脚に乗せて風景写真を撮っていて、シャッターボタンを押した時のブレを嫌って忘れたリモコンの代わりに2秒タイマーを使ってシャッターを切っていたのです。ほんと絶望しますよね。井上が撮影をしている北海道では、撮影地から撮影地に移動している間に野生動物に出会うことが少なくありません。風景を撮る時のチャンスと移動中に遭遇する動物を撮る時のチャンスの時間的余裕を比べると、圧倒的に後者の方が切羽詰まっています。そのため撮影のための移動中にはカメラの設定を野生動物を撮影する時の設定にするようにしています。それでも設定変更を忘れることがあるものです。そんな時に備えて簡単に任意の設定を呼び出す機能に動物撮影のための典型的な設定を登録して一瞬で設定変更ができるようにもしています。5つ目、取らなきゃいけないのに食べちゃった。もうね、思い出すだけでもへこむし冷や汗のあの感覚がよみがえります。あれはある航空会社のイベントフライトの撮影でのことでした。フライト中に北海道メーカーのサービスがあったんですね。受け取って速攻なぜか食べちゃったんですよね。なぜそうしたのか今でもよくわからないんですが、食べちゃったんです。本来ならね、航空会社のロゴが入った可愛い紙コップの隣にその北海道メーカーを置いて撮影するわけですよね。でもね、そんなことをね、なんかしないまま平気で開封して一口二口と食べてしまって、で通路を挟んだ隣に座っていた道内メディアの記者の方の視線を浴びて、で 0.7 秒後に気づくんですよ。食べちゃったってね。今までで最も恐怖を感じたフライトになったような気がします。本当やばすぎますよね。せっかくこの航空会社とお仕事ができるようになったのに、まだ数ヶ月しかやってないのにやらかしてしまった。呆れられてさよならされるかもしれない、どうしようとね、ビビりまくったのを覚えています。ただこの後ね、奇跡が起きて飛行機から降りて空港内にある航空会社の事務所に向かっている時に、井上さん、今日の記念フライトでお客様にお配りしていたグッズ、井上さんにも差し上げますねって言って、その航空会社の方が可愛いクマの袋を渡してくれたんですね。そしてそのクマの顔の向こう側にはね、北海道メーカーのパッケージが透けて見えていて、助かったってなったんですよね。何度もお礼を言って、その北海道メーカーを当たり障りのないところでなんかうまい感じで撮影して納品して危機を乗り越えることができたというのがあったんですね。あれはね、本当に冷や汗をかきました。今ここに報告します。ごめんなさい。
もうね、あれからね、機内のお仕事では食べるのをやめました。フェイルセーフってもしかしたら後からもらえるかもしれないみたいなこと思っちゃいけないんです。ね、食べない。これがね、一番の対策なのかなと思っています。今回の写真表現ゼミいかがだったでしょうか。数多くやらかしてきた失敗からいくつかご紹介しながらお話をしてきました。これらは井上だけでなく、この動画を見てくださっている皆様にも起こり得ることかもしれません。ご紹介した井上の残念な経験を共有していただいて、皆様の撮影に役立てていただけると幸いです。また、皆様の失敗談もコメント欄で共有いただけたらと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。